こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。この日の朝食は京王プラザホテル札幌のモーニングビュッフェ。メニューも豊富で、お寿司やローストビーフ、いくら丼に豊富なデザートなど、かなり満足度高い。この虎のデザートかわいいですよね。なんと朝からシャンパンもいただきました。他にもお腹いっぱいいただきました。まるたびチャンネル。これから電車に乗って白い恋人パークに向かいます。冬の白い恋人パークはイルミネーションもあって楽しそう。雪道を歩いてやっと到着しました。たくさんの雪だるまが歓迎してくれています。まずはチケットセンターで入館チケットをゲットします。最初の部屋で私たちを迎えてくれたのは白く輝くイルミネーション。通常はこの場所でタイムトラベルツアーが開催されているようです。こっちの部屋は緑を基調としたイルミネーションが飾られていて本当に綺麗です。天井から吊るされている氷の結晶のイルミネーションもこの部屋の大事なアクセントになっていますね。ここではマイセンのチョコレートカップ、花づくしなど貴重なアンティークの数々が展示されたコレクションルームも見学することができます。この空間、タイムマシーンに乗っている感覚になりますよね。猫の足跡をたどって3階に上がっていきます。ここからはチョコトピアファクトリー。白い恋人とバームクーヘンの製造ラインが見学できます。バームクーヘンが完成するまでの工程を見学できるので要チェックです。また反対の壁には白い小人たちが白い恋人を製造するジオラマもあり、かわいい仕掛けもあるので子供も退屈知らずです。ここは外せないフォトスポット。おなじみの緑の包装紙に入った白い恋人。これは映えるでしょう。通路にあるモニターでも製造過程の映像が見られるので、どうやって出来上がっていくのかがはっきりわかります。子供たちも食べたことがあるお菓子が目の前で作られて包装されていくので興味津々。さあ、かわいい壁紙の階段をいよいよ登りきってチョコトピアマーケットのフロアに入っていきます。子供たちはスイーツワークショップドリームキッチンの手作りコースの作品一覧に興味津々。ここはチョコレートラウンジオックスフォード。実はこのラウンジではからくり時計をスイーツをいただきながらゆっくり座ってなんと真横から見ることができます。こっちはスイーツワークショップドリームキッチン。オリジナルのスイーツを作ることができます。子どもたちはお絵かきコースを体験しました。その様子は動画の後半でお伝えしますね。ここは石屋ミュージアム。石屋製菓の歴史を見ることができます。子どもたちにも興味が湧くようにいろいろな仕掛けがあります。部屋の中央には白い恋人パークがなんとケーキになっています。細かいところも上手に作られていて本当に食べちゃいたいぐらい美味しそうに見えました。
長い時間屋内を見て回ったので、少し外の空気を吸おうと外に出てみると、なんと雪。子供たちは大はしゃぎ。せっかくなので雪の中の中庭ローズガーデンで遊ぶことにしました。ローズガーデンは夏は200株のバラが咲き誇り、他にも季節の花々が咲くイングリッシュガーデン、ガリバーハウスもたくさんあって、中にはメルヘンチックな絵も描かれています。私たちがお昼ご飯を食べに向かったのは、道を挟んですぐの場所にあるファイヤーバーグ宮の沢店。戻った私たちはまず2階建てバスを見に行きました。中にも入れるんですよ。続いてはガリバータウンポッケに行きました。まずはエリア内の宝探しを行いました。地図に書かれているアイテムがどこにあるのかを探すゲーム。これがなかなか難しい。ビーズのキーホルダーを作れるイベントを開催していたので、そこにも参加しました。雪の結晶。ここは小さなお店やお家が立ち並ぶ子供の街。リアルなおままごとやゲーム、お姫様の衣装に着替えたりと、楽しみ方は自由自在です。隣にはサッカー J リーグのコンサドーレ札幌の練習場があります。外で遊んだ後はカフェバトラーズワーフで白い恋人ソフトクリームをいただきました。さあ、いよいよ今回の目玉企画、オリジナル白い恋人スイーツワークショップドリームキッチン。お絵かきコースは1200円で、白と茶色のチョコペンがついています。別売りで3色カラーペンが300円で付けられます。お絵かきしたクッキーを冷やして固めて袋に入れ、箱詰めまで体験できます。完成しました。あとは冷蔵庫で少し冷やしてからパッケージングを行います。おなじみの緑の袋に入れていきます。その後は専用のパッケージングの機械で封をしていきます。このベルトコンベヤーに乗って自分のところに運ばれてくるオリジナルの白い恋人を大事そうに受け取ります。あとは箱に入れて袋に入れると完成です。スタッフのお兄さんも一緒に喜んでくれました。出来上がって嬉しいという感情と、もう終わっちゃうのという少し寂しい感情が入り混じります。この後私たちは1階に降りてスタンプラリーの商品をゲットして、お土産物を探しにショップピカデリーに行きました。気になるものがいっぱいありました。白い恋人パークについては別動画で詳しく解説しているので、こちらもぜひご覧ください。夜のご飯は回転寿司色彩亭に行きました。注文はタッチパネルで行います。ホタテ、サーモン、マグロ、エンガワ、大トロ、エビとホタテは2種類食べ比べ。食べたいものをどんどん食べちゃいます。このアナゴはなかなかの食べ応えでした。この大トロやばくないですか？この3種盛りやばくないですか？帰りにセイコーマートに寄って買い出し。ビール買うなら北海道のでしょ。あとかなりおすすめなのがこのアイス。どんな味なんだろうと思ったら、一言で言うとコーンポタージュのアイス。あとイルミネーションも見ていきます。札幌駅周辺は札幌ホワイトイルミネーションを毎年行っています。ここは赤プラ会場と呼ばれる場所で、北海道庁赤レンガ庁舎を背景に立つイチョウ並木がライトで照らされて幻想的な雰囲気になります。あ、誰かが作った雪だるまがいますね。道に雪が積もっているのもいい感じですよね。この赤レンガ庁舎をバックにしたアングルが最高でした。まるたびチャンネル
朝の散歩の途中、子供たちが何かを見つけました。あれはどうやらつららのかけらのようですね。関西に住んでいるとつららを見ることがほとんどないので、間なくなってるよ子供たちは興味津々。パパも触ってみてよ。ボンってパパ触ってないやろ。触ってみて。冷たいやないかい。家に持って帰るというので、それはお断りしました。こんな自販機もありました。札幌大通公園に着きました。東の端には札幌テレビ塔があります。大通公園は端から端までの距離が約 1.5 キロで、歩くと30分ぐらいかかります。冬には札幌雪まつりの会場になります。ふかふかの新雪は本当に気持ちいい。子供たちも膝ぐらい埋まる雪に夢中。どんどん進んでいきます。大人は雪の下に何があるかわからないと心配になりますが、子供たちは関係なし。歩くのが大変そうだけど楽しそう。何やねんそれ。ボンって映るから。いけて。見た。続いて六花亭に行きました。六花亭といえば有名なのがバターサンド。札幌本店は札幌駅から徒歩5分の場所にあります。駅や空港の店舗では売っていないオリジナル商品もありますよ。その一つがマルセイアイスサンド。ホワイトチョコレートとレーズンが入ったアイスクリームをビスケットでサンドされている絶品です。マルチーズ社長挟まってる。次に私たちが訪れたのが札幌時計台。雪化粧の札幌時計台ってなぜかしっくりきますよね。今回の目的はすぐ近くにある北のブランドショップ。ここの北海道の美味しいスープは寒い冬に飲んでほしい。おすすめはインカの目覚め。全部で8種類選ぶことができます。あまりに美味しすぎて鼻血が。パパはまさかのビール。とうとう千歳空港に戻ってきてしまいました。でもまだ旅行は終わりじゃありません。まだまだ北海道を楽しみますよ。空港にはドラえもんスカイパークがあります。秘密道具をテーマとしたアトラクションがいっぱいあります。こちらの様子はまた別動画で紹介しますので、チャンネル登録して待っててくださいね。他にもハローキティハッピーフライトがあって、サンリオのキャラクターと遊べる施設もあります。これから私たちはドラえもんカフェに行ってスイーツを食べたいと思います。カフェには可愛いメニューが盛りだくさん。どれにしようか迷ってしまいます。後ろもこれ見せたって。こんな感じのアンキパンとかもある。こういうのもそうかな。こういうのもある。見てこれ。これカレー？これカレー。海苔もついてる。チーズもついてる。これはどら焼き。どら焼きさ、ドラえもん好きやで。裏は？裏見て私たちが頼んだのがドラえもんたい焼き。これが食べられるのはここだけ。これなんかこのしんみりする時の歌やな。これなんか
かってた。手についてんねん、首。なめんど吹きや。めっちゃ可愛かったけどめっちゃ美味しい。あっという間に完食。他にもロイズチョコレートワールドが魅力的。ベーカリーではロイズオリジナルのパンを販売。すべてが美味しそう。千歳空港内には北海道を応援するキャラクター雪みくのショップ&ミュージアムがあります。そこでっかいのあるで。そこ中入れるんじゃん、ミュージアムに。ゆっちゃんもゆっちゃん。そこの中入れるっぽいで。ゆっちゃん。ゆっちゃん。かわいいゆっちゃん。かわいい。ゆきみくと。ミク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 。ねえねえ、あっち中入ってる。行き交う街の人たちがきらめく街明かりに消えてく。どこかで鳴り響く鐘の音。彩られた愛の中二人歩く。し